こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。7月17日木曜日、時刻は昼の1時半を回りました。相変わらず今日も湿度が高いですね。で、明日からは最高気温が32度か33度ぐらいまで上がるらしくて、もういよいよ本格的に暑くなってきますね。すいません、ちょっと今後ろに電車が通ってるんでちょっと待ってください。ですね、今電車が通ってはいるんですけれど、その線路の近くで今工事が行われていまして、で工事が行われてるでしょ。でさらに向こうの橋の向こう側には今除草作業が行われていまして、でどこもかしくもなんというかすごい騒音が鳴り響くんですよね。それはしょうがないんですけれども、やはり外で撮影する上ではね、そういった出来事が起きるわけですし、そう考えると屋外で撮影できる環境を探すのって結構難しいんですよね。この辺については例えば農村部とか人口の少ない郊外の町とか、もうとにかく人が少ない場所を選んで、そういった場所で撮影することをお勧めします。逆にね、都会であればあるほど撮影するのかなり難しいですよ。もうそこら辺は気をつけてください。ちょっと話が脱線してしまったけれど、本題に入りたいと思います。今日話すテーマなんですけれども、 SNS のアカウントを手放すこと、または普段利用するプラットフォーム、個人で発信する場所について考えたいと思います。すべて僕個人の主観と見解に基づいて話す内容となりますので、すべての人々に当てはまるとは限りません。そういう考えもあるんだ、そういう意見もあるんだなぐらいの気軽な気持ちで聞いていただけると幸いです。ですね、一時期はよく Facebook とか Twitter とか、今 X か、その X だったり、あとはブルースカイとかスレッズとかいろいろ使ってた時期はあったんですけれども、最初ちょっと試しにやってみたりしてはいたものの、もうそれらのアカウントは全て消しました。そうですね、全然使ってないですね。でスレッズと X 旧ツイッターに関しては使い続ければ使い続けるほどというか、そのタイムライン上に表示されるものを見れば見るほど自分のメンタルに良くないということ、そのメンタルがどんどん悪化していくことに気づいて、でそれをきっかけにやめました。でインスタグラムに関しては写真を投稿する目的だったり、あとはそうだね、日本以外の国で出会った人たちとの連絡先を交換する一つの手段としてあえて残してるっていう感じですね。ただインスタグラムについてはもうそのインスタのアプリは消してます。この携帯の画面ではもうインスタを見ることはめったにないんでね、たまに家に帰ったとしてその Google Chrome とか Safari とかそういうウェブブラウザ上でたまに見ることはあるんですけれども、それもそんなにそこまで頻繁に見ることはないですね。でしかもウェブ上でそのブラウザ上でインスタを利用するってなった際、あれストーリーズが使えないんですよ。ストーリーズっていう機能を使うにはアプリをダウンロードして、でそこからやんないといけないんで、そのこともあってね、最近ではインスタグラムはほとんど利用していないですね。なんというか縦動画あるじゃないですか、縦向きの動画なんですけれども、僕ああいうのがあんま好きじゃなくて、でそういったものを目にするときにふと思うのは、なんとなく TikTok みたいな感じになっていること、もうインスタグラムが TikTok 化しているようなそんな印象を受けましたね。そんな印象ですね。それがいいかどうかはここでは何とも言えないですし、絶対それを見ない方がいい、絶対見るんじゃねえぞとかそんなことを言うつもりは一切ありません。見たければそれは別に個人の自由ですので、自分が見たいと思ったものを選んで、閲覧するなりそれを視聴し続けるなり、それは好きにしてください。別にそういったことを言うつもりは特にないので、そこら辺は多めに見てください。でSNS に関してはほとんど使ってはいないんですけれども、最近こうして個人で発信する上で使っているものがあるとすれば、まず今こうしてやってる YouTube と、あとはブログもやってるんで、ブログに関してはノートで公開していますね。一番使いやすくて一番やりやすいというか、あとは読んでくれてる人たち、なんて言うんだろうな、
フォロワーさんも徐々に増えつつあるわけでして、でなんとなくそう利用する人々のマナーというかリテラシーというか、なんかそこら辺の客層が割と安定してるような、そんな印象ですね。で、現状では YouTube とノート、この2つをメインにやってます。であとはもう一つ外国籍の方向けに、英語版のノート、英語版のブログも合わせて今運営してまして、こちらそんなに更新頻度が高いっていうわけじゃないんですけれども、これについてはね、ミディアムっていう英語版のノートみたいな、そういう無料で掲載することのできるサイトがあるんですよね。そういったプラットフォームがあるんですけれども、ミディアムっていう英語圏で公開されている文章がメインのサイト、これについては概要欄にリンクを貼っておきますので、もし興味のある方がいましたらぜひ覗いてみてくださいっていう感じですね。なんだろうな、やはり自分自身がこうして何かを発信する、何か自分が表現したいものを世界に向けて公開する、その自分が作ったものを一つでも多く後世に残したいっていうような、そういった気持ちは多少なりともあるんですけれども、だからその上でそういったことができる、そのための手段として今こうして YouTube とノートと、あとは外国籍の方向けにミディアムっていうプラットフォームを新たに使い始めたわけなんですけれども、ぶっちゃけこの3つさえあれば僕は十分かなって、最近そんな風に思いますね。なんというか更新する場所がそれぞれ異なるということだったり、あとはなんだろうな、自分が保有するアカウント、その個人情報、その登録されている情報が多ければ多くなるほど、それを管理するのが面倒なんですよね。すごく面倒くさくなるというか、ちょっとやりづらいなと思って、なんかそういったことについてね、いろいろ考えた時、あとパスワードとか ID とか、それを保管するのも結構ねちょっと面倒だなっていう風に感じる時もあります。でそんな頻繁に入り直すこともなく、そんな頻繁にログインすることもなく、いろいろ考えた結果、これ別に残す必要ないんじゃないかとか、あとはこの SNS のアカウント自体めったに使わないし、それ以前に何のためにそれ以前に自分が何のためにそれを使うのか、そのことについて考えた結果、もう必要ないというふうに判断しました。なので、さっきも言ったように、ツイッターとかスレッズやブルースカイとかいろいろあるじゃないですか。そういった類のものは全て消しました。別になかったところで、ないならないで別に困ることはないですし、むしろ必要のない情報を見なくて済む、または攻撃的な文面だったり、または誹謗中傷とか、なんか人々のなんていうんですかね、なんだかその目にするたびにちょっとメンタルが悪化するような文言、そういった文面がすごく目立つなと思って、最近ではそういったものを目にしないようにするべく、そのアカウントを消したっていう感じですね。情報の取捨選択というか、断捨離というか、必要のない情報は初めから目にしないこと、見る機会を減らすこと、そういった取り組みを積極的に行うことが自分自身の精神衛生を保護する、メンタルを守る上では割と大切なことなんじゃないかなって最近はそんな風に思いますね。ある程度範囲を絞った方がやりやすいというか、簡単に言えばそんなところですね。今僕がねこうして続けている YouTube とノートもこれから先あと何年続くかどうかは分からないですし、もしかしたら何らかのタイミングで急にやめるかもしれないし、それはどうなるか分からないんですけれども、ただ現状自分自身が本音で話したいと思ったことやありのまま何か共有したいことがあった際は、それをもう迷うことなくこうして行動に移すっていうぐらいの主体性というか、自分の意思に従って自分の声に従って、動き続けるっていうことがこれから先人生生きていく上で大切なんじゃないかなって、なんとなくそう思います。
考え方は人それぞれですので、ご自身で、何をしている時が楽しいか、何をしている時が自分にとって、有利なのか、それについてはそれぞれが自分自身で、考えた中で、選択していけばいいと思いますっていう感じですね。今日はなんというか話す内容が少し少ないというか、なるべく時間を短くしようかなと思って、それで、ところどころ省略するような感じで言ってみたわけなんですけれども、いかがだったでしょうか。というわけでもうそろそろ時間ですし、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。